貝汁が美味しいよね。そう。冷凍手ではない、缶に仕掛けて作るというスタン豚の肩ロースです。コロッケ2個。生まれるあ、そうです。1個ずつ5番。いつも頼むのはちゃんぽんか。九州で一番美味しいやねん、ちゃんぽん。下に寄ってでも来る。今日は何に来られたんですか？今日ですか、5時、毎日ですか？毎日4時50分から5時15分ぐらいの間に来ます。結構あるんですよ、なんかいろいろ仕事が。宝屋の始まりは昭和5年です。今94年目ぐらいです。最初はですね、200メートルか300メートル離れたところの乗り合い自動車、そこでうどん屋さんを始めたのが最初って聞きましたけどね。昭和9年ぐらいに福岡から大分に来る京大線が開通した時に、そこに日田駅ができたんで、この近くに移転してきたっていう話を聞きましたけどね。
よ。横尾さん、そして12時になったんです。それで今日前やったらもう帰ろうと思って、言ってくれたんです。うん。35個だね。気をつけとって。計算9やった。さっきこのお弁当、これ特殊な弁当ね。よし。今日の弁当35時。これ。油大丈夫ですか？大丈夫です。
はい、おしまい。扉を開けてください。今日お姉さん京都はしたら相当切らないといらっしゃいと。本当言うたらね、キャベツやったらキャベツはあのぐらいから15分ぐらい悪かったんです。面白いです。ですね。これは人間の同じ。したらと思ってますから今日あ、ちょうどいいですか。なんか言ってる。
から人が来てくるいうのもあるんだよね。これはですね、こんな感じ。夜やめるね、おはようございます。寄りの人が見たらびっくりするから下手くそにしてて家族連れは来れるしね、子供いるから。カレー温めるだけ作ったカレーが出るね、週末あたりはね。何がレトルトではない、パンに仕掛けて作るっていう。いい玉ねぎ、さっき言ってた20人の玉ねぎが溶けてしまうね。80人前ぐらい作る1回に。だから肉しか残ってない。玉ねぎ溶けるでしょ。
本当のあれが。おはようございます。美味しいよ、中華鍋で温めようして。三豚の肩ロースです。これは小さい方が意外と。ちゃんぽん用のかまぼこです。そうです。昔はね、板を使いたいけどね、これの方に。フォークショップ営業終わりまた営業になったらまた違ってくるんですよ。はい、いいです。どうぞ。
肉うどん1つ、唐揚げ定食1つ、酢豚1つ、一緒にご飯の小1つ。めったにないです。一番ちゃんぽんじゃなくて幸先いいかもしれないです。ちゃんぽんが多いんですか？間違いない。9点間違いない。ね、はい宝泉寺湯どころ汽車に乗る間ね、時間がないここに来ると84歳元気ですね。辰年。あ、そうなん。美味しいよ、美味しい。食べなさい。食べきらん。ほら、この人ってください。食べきらんわこれ。すごいね。すごいね私こんなん食べきらんわ。おい。もうおいかった。唐揚げの中に骨がついてるんです。お弁当だけは骨がないやつ使ってるんですけど、唐揚げ骨付きです。うちのおじいさんがこれ作ったんです、ちゃんぽんって最初。うちのおじいさんが長崎の人に聞いたとか料理人に聞いたとかいう話を昔してたんですよね。長崎の白いスープ白湯っていうじゃないですか、ああいうのって日田になかったと思うんですよ。だから多分その時に出汁をねなんでやるかが分かんなかったんじゃないかなと思うんですよ、おじいさんとか。それでこの辺にある出汁で作って
ってで長崎ちゃんぽん煮ますよね。うちとか炒めてるんですよね。ちゃんぽんっていう名前とどんなやつだっていうだけ聞いて作り方とかがよく分かんないというか、それで自分たちでこうやったんじゃないかなって思うんですけども。秘伝っていうか教えてないし誰にも最後にかける仕上げのタレで魚介鶏ガラいろいろ混ぜて昔からちゃんぽんだけにこれを入れるんですよ。他のには入れないです。何に入れない。父親の代からやってるんですよね。なんでか知らない。甘いような醤油のようなうちのちゃんぽんちょっと甘めって言われるんですよね。下に落ちるじゃないですか。野菜の甘みとかと一緒にそれでなんかちょうどいい具合になってるんじゃないかなと思いますね。いつも来ます。いつも来てこれ美味しいからね。来た時は、必ずと言ってくる3本セットで2つ、コロッケ2個。はい。中華やめた方がいいよ。お願いします。手作りですね、これは。55個ぐらいしかできないんじゃないかな、1日。一生懸命やってる。だから夕方ぐらいに売り切れてることが多い。生まれてくるんだ。
お待たせします。わさび。はい、すいません。はい。美味しい。美味しいね。美味しい。貝汁が美味しいの。貝汁。私もこれが大事。料理もね、何でも美味しいよね。ここはね、もう私たちね、ちっちゃいとこから来る。ね。もう50年前。そうよね。少人数から大人数までね、来れるでしょ。ちゃんぽんが大体ここ美味しいです。そうね。看板商品やね、ちゃんぽん。本当美味しいもんね、ちゃんぽん。ちゃんぽんにする。12時。今日は強い。強いじゃん。あれしちゃいけない。あれが強いなんですよ。使われるんですけど。はい、ありがとうございます。ちゃんぽん用の方ですか。大盛りちゃんぽん用。ちゃんぽん一つ。和定食2つ。
うまい美味しいです美味しいです昔は本当にちゃんぽんだけしかなかった。辛いやつとか味噌とかホルモンとか後から作ったんですよ。ラテ食一つ、親子丼一つ。ちゃんぽん小、野菜大盛り一つ、味噌ちゃんぽん小。コロッケ4個、ちゃんぽん2つ、中華丼1つ。こんにちは。最高です。ありがとうございました。週1ぐらい、美味しいですよ。宝定食3つ、コロッケ 2×3 持ち帰り。何
はい。九州人じゃ甘辛いのが好き。まさに九州人の味みたいな。コロッケ4個、ちゃんぽん2つ、中華丼1つ。お使いです。ちゃんぽん2つ、スープ入りです。待ってます。あ、そうです。一つ、そうそうそう一つ。初めて見たのに顔がバリンバリンとどう待ってる間に温度もちゃんぽん小一つ。辛味噌が入ってる。辛味噌。うん、辛味ちゃんぽんですね。温まります。
これマルテンでオマージュみたいな男性が一人一個っていうそれだけを決めてます。今日が10番。今日が10番。じゃあこれ4番に行ってもらっていいですか。はい、お願いします。ちゃんぽんセット。ちゃんぽんセット。お決まりさ。いや何でも美味しいけどね。いつも頼むのはちゃんぽんさ。うどんスープが元で、ずっと変わらない味ですね。八宝菜1つ。コロッケ2個、持ち帰り。髪の毛が変わったけど笑ってよ。メロン1つ、ホルモンソース。サーモンの大盛り1つ、川魚1つ。15番ね、私8番。3番。前菜ね。はい。
誰が4つ入れるとこ入れたじゃんバカなことなんか6点のはーい。天ぷらうどん。いいですか？ちゃんぽん2つ、そのうち1つは野菜大盛り。だからありがとうございます。ちゃんぽん1つ、ちゃんぽん大盛り。ちゃんぽん1つ。最初のサラダと一緒やった。
はーい。ちゃんぽんのお客様。全員で。失礼します。ちゃんぽんです。お醤油。いや、違う違う。はい。トマト麺です。いや、ココアが5割。クリーム1本17番でお願いします。これはもう絶対北山さんの2つ揚げていきます。ちゃんぽんいつもの半分ぐらい。もう出ませんね。こんなもんじゃないけどね。お客さんも少ないんですか？少ないです。めちゃめちゃ少ないです。火曜日だからっていうのもあるかもしれないですけどね。これは懐石です。すみませんね。ありがとう。ちゃんぽん並小1個ずつ、チョコバンが1つ。ちゃんぽん。はい。どうぞ。私もどうぞ。
かなり小さなってる。メニューはなんでこんなに多いんですか？うちの父親が大衆食堂が好きみたいで、昔東京にいた頃渋谷になんか大きな大衆食堂があったらしいんですよ。ここでよく学生の頃ご飯を食べてて、高級な量じゃなくて毎日来ても食べられるようなやつがいいとかで、学生さんには大盛りとかサービスしてたんですよ。でだんだん量が多くなって、ちゃんぽんも量が多くなって。行きました、大盛り。言うたことがない。換気扇のあれできるんですか？多分3つ。今日野菜切らんで大丈夫ですか？でカツ丼2種類ありまして、でこっちが極みカツ丼のお肉です。どういった違いがあるんですか？そもそもお肉がまず違うっていうのと、まあ、大きさもグラム数も違いますし、厚みも違いますし、卵で閉じてるのが普通のカツ丼で、卵で閉じてないカツ丼が極みカツ丼ですね。いや
これ取り方ですよね。いろいろなんか。だし取った昆布で2点お客様にお出ししてます。無料でですね。鶏天用で、こっちが柏用です。すみません、早割り。あ、会議がある。今日は税務署とか。この匂いがね。これ3から天安出身で
都度食感とかで確か普通で湯がくと8分から10分ぐらいかかりますけど、圧力だと1分半で終わる。で最後氷水で締めます。いいか悪いかっていうのをみんなで判断。ちょっとわかんないんで、ちょっとこれは鰹節系と、昆布と醤油だけ。他の調味料は一切一切入れてない。100% 無添加。もう無添加が一番美味しい。無添加が一番美味しい。で体にもいいし、その代わり日持ちはしない。だけどもう全部廃棄終わったらそんな感じ。結構手間がかかるじゃないですか。そうね。それはしょうがない。だけどお客さんが支持されてる部分もあるんじゃないかなって思う。わかる。あれと気持ちしとったらいい。昼飯が限られるじゃないですか。サラリーマンの方とか。だから早く提供したい。舞台休み時間も結構なかったですから。もちろん詳しいです。詳しいです。よし。キリキリ肌美味しい。よし。来たお客さんは50%以上がカツ丼。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。テーブルの席どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。あらっしゃいませ。あらっしゃいませ。どうぞ。はいよ。エビ天のおうどんがお二つですね。広めの席カウンターごわさびですか。カウンターごばさまでお願いします。単品ね。お願いします。はいよー。はい、カツーショー。はいよー。はい、エビです。はいよー。はい。テーブル2番様です。はいよー。は
はい、テーブル2番様です。久しぶりに食べられてみてお味どうですか？美味しいです。決まりですか？はい、決まりになりません。セット。はい。普通でいいですか？はい、お下がります。はいよ。はいよ。空中。はい、お料理上がりです。はい、カウンター1番様。はい、お料理上がります。肉わかめぶっかけいっちゃえ。お題こちらです。両肉部。はい、お料理上がります。はい、お待ちどおさまです。盛り上がります。お待たせしました。セットでいいですか？水ごぼうの。はい。はい、右から。あっちから。あっちから。おさらいです。お願いします。はい、お待ちどおさまです。肉力のオーダーですね。お待たせしております。お店にはよく来られるんですか2回目。 2回目お味どうですか？ごぼうももう大きいから硬いかと思ったら柔らかくて。柔らかくて。はい、お待たせしました。ざるそばとかしお飯のセットです。はい、ご注文以上です。どっちかが通す。はい、いらっしゃい。はいよ。はい、ありがとうございます。その先ですね。はい、どうぞ。先生、お待ちいただいてるです。甘めで美味しい。口に入れてあげたい。8割方これ。あと2割はごぼう天うどん。平麺で美味しい。何名様ですか？はい、買いました。
わぎ2個。これはね、甘さ若干控えめで別腹ですよ。そうですか。午後のおやつみたいな感じですか。そう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 。元気出るやん仕事。じゃあどうも。ありがとうございました。どうもはい、テーブル3番様上がります。失礼します。はい、すいません。はい、すいません。はい、肉ごぼう天うどんとかしわ飯のセットですね。はいよ。ジェイさん、座敷3番様ね。すいません。肉ごぼうやったかね。はい、肉ごぼう。はい、お願いします。はい、肌式3番さんあげます。はい、すいません。お願いします。はいよ。はい、まず親子ぜひ。はい、親子です。はい、お待たせしております。親子丼の小丼のお客様。はい、お待たせしておりました。すいません。はいよ、はい、お願いします。はい、お待たせしておりました。ざるそばとこしあめしのセットですね。はい、お待たせしておりました。失礼します。はい、お願いします。はい、カツーショー。はいよ。はい、はい、お待たせいたしました。どうぞ。です。はい。カツ。あ、エビ。はい。これエビそば。エビそば。はいよ。はい。これ上がり。はいよ。皆さんのオーダーお願いします。はい。はい、どうぞ。はい、お待たせしておりました。エビ天のおさまになってます。はい、お待たせしました。どうもありがとうございました。はい、カツカツ。はい、ごぼうです。すいません、お願いします。はいよ。はい、ごぼうです。はい、テーブル2番様。2番様。すいません、ごぼうです。ありがとうございます。お待たせしました。はい、どうですか。召し上がってください。失礼します。お願いします。
すいません、大変お待たせいたしました。ざるそば大盛りとこしあん飯のお客様。ざるそば大盛りですね。はい。こちらがざるそばの水餅。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、福井県こちらですね。ダメ。はい、カツ丁です。持っていきます。はい、お願いします。はい、もらいます。おろし分2つです。はい、お伺いします。はい、どうぞ。お願いします。おろしのためぶっかけお2つでよろしいですか。3番さんです。お願いします。お待たせしました。カツ丼のパンケンがお2つです。お待たせしました。はい、ごめん。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。お座敷3番さんです。お待ちどうさまです。はい、どうぞ。もう一つお願いします。それからすぐお待ちします。カツ丼です。はい、はい、お待ちどうさまです。ざるそばと並盛りご注文です。お待ちどうさまです。はい、カツ丼のお味どうですか？大盛り少々。うまい。ご協力ありがとうございます。大盛り。はい、ざる。はい、お待たせいたしました。ざるそばの大盛りになります。すぐ開かせていただきますね。はい、いらっしゃいませ。はいよ。はいよ。おろし。はい、ありがとうございます。おろちゃん。あ、月見。はい。さあ、月見めんたけな。カツカツですよね。オッケー。カツカツ取りたいね。だよ。
通称。はい、お願いします。これ持っていきます。オーダーフライですか？はい。オーダーカツです。はい、ごゆっくりどうぞ。柔らかくて、よりジューシーさがあります。そんな。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃうまい。はい、いらっしゃいませ。はい、鶏天です。いつも頼まれるメニューとか決まってたりします。これ、今日頼まれたのは何になるんでしょうか。鶏天丼とうどんの小です。うどんの小。やっぱ鶏天丼が美味しい。ですね。はい、カツーショー。いらっしゃいませ。はい、お出し一番様。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。一番様です。カツ丼と小丼のお客様。一番ピンの。はい、お待ちどおさまでした。どうぞ。ありがとうございました。鶏オッケー。この提供肉切れ。鶏オッケー。はい、お待たせいたしました。鶏天丼の単品になります。はい、いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございました。これ普通のでしょ。はいよ。テーブル1番さん。はいよ。はい。
丼です。ゆっくりどうぞ。すみません、お待たせいたしました。お願いします。すいません、何名様、2名様ですね。テーブル席どうぞ。2名様ご来店です。手紙です。どうぞ。はーい。7時頃起きたかな。もうね、夏場はね6時頃起きるんちゃうけど、これは自分の普通の普段着だけ何枚か持ってるよ。黒が2枚と白が3枚ぐらい持ってるんですかね。でたまに自分はスポーツやってるんよ。で大会の時にこれ着ていってから出るって。何をされてるんですか？僕はウェイトリフト。強くねえけど、強くねえけど、まあ好きやけどね。じゃあ70キロ練習ちょっともうちょっとすれば75ぐらいまで上がるかもしれんけど、4、5年前かな。これが36ぐらい始めた頃、21歳からしようかな。冬休み入って正月前とかも小学校の頃から手伝わされよったよ。ちょうどここら辺で飲み屋街やったよね。土曜日とか夜のね2時ぐらいまでしよって、で小学校高学年になったら2時ぐらいまで起きちょったわけね。こき使われやった親から。好きやったんやろね、やっぱり。食べ物商売っていうか商売、こういうのがね、やっぱり食べて美味しいって言われた時はものすごく嬉しかったり、あとお客さんとの会話がこうできたりとかね。おはようございます。もう80過ぎちゃってか。81。もう1月が来たら82になる。ラーメン業界で何年だ？今で私な20歳前からもうラーメン屋で働いてるね。62、3年なのかな。ちょっとね。いいからね。よいしょ。ラーメン。あと焼きそば大きくね。ラ
ラーメンは小さく。火が痛いやろ。全部埋まって16人けど、もうこっちの座ももう空いて次に座るお客さんが2人しかおらんかったらもう2人だけでね相席させないからね。土日は結構お昼時になると待ってくれちゃうけどね、もうやっぱお店はイベントと違ってからお店の中が食べる席が開かないとこう回っていかんけんね。今から麺作ります。こう麺の生地を固めるやつがあるよね。それ長崎から仕入れる。それともう水と。冬はねどっちかというと夏場よりねこね上がるのがちょっと時間かかるかな。だきまあ30分から40分ぐらいかな。ちょうどいいぐらいに。油さしますね。自分の親の代からこんな打ち方やったね。だけど逆に他の製麺所とか機械の大きさとか機械の形にもよるんやけど、どういう打ち方しようんやろかな。元号やもんね。西暦じゃなくて昭和55年の4、5キロあるんじゃないかな。よっしゃ。大体いい太さ。こっちが焼きそば。右手が焼きそば、左手がラーメン。
倍以上違うんじゃないかな。北の特徴でラーメン屋さんで焼きそばが食べれるっていうのが面白いのかなと思ってるけど、もうなんか日田はそういう文化、物心ついた時からラーメン屋さんのメニューに焼きそばラーメン2本立てみたいな感じですよね。ちなみにラーメンと焼きそばだったらどっちが出るんですか？昔はラーメンでした。でも今は焼きそばが8割82ぐらいかな。8焼きそばラーメン2ぐらい。珠玉亭サンキューラーメン。水道水やったら軽き臭い菌、浄水器つけて塩素抜いて、本当はね日田の水でから日田天領水がいいっちゃうからね。読んだらひょっとしたらお父さん。今濡れてるやん、ちょっと風に当てた方がね。いつも大きいカゴで切るけど昨日切ったんがあるきね、だけど今日少し亡くなって7、8年になるわ。いい人でした優しかった。髪やら全部染めてくれよって白髪をついてくれた息子さんがいるじゃないですか、どうですか？いいよ、もう助かる。優しい。私男の子2人あるけどどっちも優しいきね、助かる。寒いと硬いって。仕事の体制に入ります。扉も大盛り焼きそばと大盛り焼きそばの卵入り。了解です。ごめんなさい。骨いる？
すごい。ちょっと横見てしまう。麺ですかね。たまたまネットで見つけてめっちゃ良くて来てみました。大盛り結構量ないですか？うん、ありましたけど全然美味しかったから食べれました。ご迷惑おかけしました。いえいえ、またよろしくお願いしてきます。ありがとうございます。美味しかった。はい。はい、いらっしゃいどうぞ。今日は何頼まれたんですか？生卵入り焼きそば。食べなさい。美味しいから。でも確かに美味しい。だから1年に2回ぐらい。いよいよ2、3回は食べる。この間はラーメンだったので。そう、ラーメンと焼きそば食べて半分にしたりとか。今日は焼きそば美味しい美味しい。暑いんで気をつけて。5番ね。はい、お願いします。美味しいですよ。美味しいですよ。めっちゃいい。なんで美味しいんでしょうね。ほらちょっと焼き付けた部分硬いところと柔らかい。そうそうそう。ごちそうさまでした。はい、いらっしゃいどうぞ。はい。あとごめんなさい。もやしラーメン。はい、上がります。これ前からいいよ。それは何盛りですか？大盛りだよね。大盛り。よく来ます。今月1回ぐらいですかね。美味しいです。やっぱりソースの具合とか、やっぱり店によっていろいろ違いますから、やっぱり一番ここが多いですね。チャーシュー麺の大盛り。はい、いらっしゃいませ。お一人ですか？一杯だけ持ってきて。器熱いんで気をつけてください。
はい、いらっしゃい、どうぞ。がカウンター78。はい、どうぞ。大盛りの卵入り焼きそばです。ラーメン上がり。すみませんで。ティタに住んでます。今日は少ない方です。いつもすごいです。ずらーっと並んでるので。土日はまだすごいね。ね、並んでも食べたいですね。美味しいです。そうそう。サンキューさんはどちらかと言ったら麺が結構しっかり焼いてあってしっかり味もついてるんだけどすごい濃いっていうわけでもなくて食べたら後を引くような美味しさありますね。じゃあ焼きそば4つお願いします。焼きそば4つですね。焼きそば1つ。生卵入り焼きそばと卵入り。焼きそばにね、ラーメンのスープついてますんで、気をつけてください。これ、とりあえず大盛りと。前からすみません。はーい。うまいですね。なんかおこげみたいな。パリパリした焼きそばで。おこげみたいな。忙しいですね。お昼3時ぐらいまで多いよ。店内も多いよ。待ってくれてる。市内の人はまた来ますしか。近いきね。お店の創業はいつになるんですか？昭和45年の5月です。来てくれるお客さんを大事に、やっぱここがやっぱ自分の育ったところやし、自分のお店やっていく中でやっぱお城やから、ここを拠点に外にも発信せないかんき、なんかいろんなイベントがあった時は、行ける時はイベントに行って宣伝して、で地元の人に食べきてもらえるような形が一番ベストなんかなと思ってるんですよね。北は焼きそば文化なんだ知ってもらえて、ああ美味しかった、あまたぜひとも食べきてきますって言われるようなお店作りしていきたいなと思ってます。お参りに行って帰りは必ず、夜みたいな感じ。何軒かいろいろこらへ回ったんですけど、美味しいんですよね。結構味が良くて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いしてきます。
はい、2番。今日は自分オリジナル自分の特製でチャーシュー麺ベースにキムチと生卵トッピングしております。これにちょっとニンニクも入れたいんですけど仕事中なんでちょっといただきます。うまいですね。今度週4来てますね。まあ近いんでもう。お店のどういうところが好きなんですか？やっぱもう味ですね。昔ながらの味とか、はい。まあ昔は知らないんですけど好きな味です。はい。まあ、いつものでって言ったらこれ作ってくれる。頼みすぎて覚えられたんで。はい焼きそばカリー日田の焼きそば屋さんが全部集まって日田の地元の水谷直美商店さんからね海産物屋さんと一緒に集まってからこうああでもねこうでもないこうで試食しながらこの味やったら、まあ、焼きそばの味に近いかなって見てからで日田焼きそばカリーとうちから、まあ、作ったんですよね。もうこれ作って何年になるかな7、8年ぐらいになるかなか10年ぐらいになるかもしれないね。浮いてきたらもう吸い上げて鉄板の上ではいどうぞこちら焼きそばの普通サイズです。はいどうぞお待たせしました大盛りの卵入り焼きそばです。そうやろよかったですね。はい。ラーメンです。お待たせしました。はい、おにぎりです。
いいですか。前からすいません。